思想の力。思想は健康を生み出す。思想は人を癒すことができる。また思想は苦痛と病気を作り、肉体と精神と魂を打ち砕きダメにもする。科学は思想の力についてほんの片鱗が分かっているに過ぎない。怒りとか恐怖や憎しみの思想は災いの源、戦争の根源となる。また思想は美と調和と同胞愛、その他人類が希求する一切のものを作り出す。我らは力の限り創造的な思想の力を尽くして働く。我らは一切の破壊的な思想を持たないようにする。我らは人に助言を与え、助力するときは常に建設的で、善のほか何者も見ないようにと心がける。お人よしの楽天家と言われようと、これが我らのやり方である。善のみを見つめ、前向きの思想で善を作り出す。これあって初めて希求するもの、善なるものが作り出せる。このことを我らは承知しているのである。遠征感や悲観や死という表現を使って、我らは物事を見たり考えたりすることをせぬ。すべてこれ生命。すべてが花開きつつあり、一切がたゆまの進歩。万事が善であり、一切これ神である。それゆえに、治病か足らんとする者は、建設的な考えで一路、道を進まねばならぬ。患者が死ぬかもしれないなどと決して申してはならぬ。死など、さようなものを一切認めてはならぬ。ただ、創造を絶えず変化し、開花していく生命をのみ見よ。死は存在しない。生命あるところ希望あり。このことを信じなされ。善のほか何者も予期してはならぬ。真実の治療家の仕事は、自信を与えること、恐怖、疑惑、そのようなものではない。新法に病者が調和するように、常に助力を与えなされ、病者は明るく神聖なる、すなわち健康な生命感を持つよう手助けを受けねばならぬ。正しい思想とは全存在にみなぎる神の思想である。これを置いて真理はない。もし皆さんがこれを思い、我らが言葉を陳視されるなら、我らが意中を汲み取っていただけよう。正しい思想とは神の思想。これぞ愛と純潔と聖と親切の調和あふれるもの。寛容と寛大の権化。正しい思想とは、すべてのことを貫く心的生命感。これである。礼儀は、真心からの熱性の力の成果である。その熱性の思いが心霊に向けられるとき、心霊の光が肉体に届き、その偉大な力をもって、病的不秩序は一変されるのである。肉体が闇に閉ざされていても、光明に転換され、光明が肉体に満ち溢れ、光が肉体を投御し、光が肉体現象を支配するに至る。この転換は奇跡と申すべきもの。しかるに世の男や女はこのことを理解し得ず、またその効果を図る由もない。我らが思想には霊の力があると申すのは、神聖なる力のこと、つまり正常にして熱性の心から発する思想を指して申しておる。神にぴたりと標準が合わされた心から発する思想は、消極を積極に、闇を光に一変させることができる。イエス・キリストはこう申した。私と父とは一つ。私の語る言葉は私の言葉ではない。私の内なる我が父が語りたもうと。治病家はすべてこの言葉の真理を知らねばならぬ。病者もまた、この永遠の真理を分かろうとせねばならぬ。なんとなれば、皆さんが心霊とつながるや否や、たとえそれが一瞬であっても、皆さんの内在の人力は火花を発し、発動する。かように申してよかろう。もはや地上の限界などは消え、皆さんは高い意識の展開へと飛翔し入り、そこで再び生命である人力によって満たされるものとなる。有限の地上の心をもって物事を測ってはならぬ。治病の天使。今日地上では治病の天使の存在を知っている者は稀である。しかし時代が進めば、多数の人々がその存在を感じるだけでなく、目に見ることになろう。その求めに応じて、波動の持ち方に応じて、治病に奉仕するために、
太陽光のさまざまな色彩の衣装をまとった天使たちが出現するのである。太陽光にはたくさんの分光が満ち溢れていることはご承知であろう。これら美麗な色彩に包まれた地病の天使たちの姿を心に描いてみられよ。暗、周、そのようなものは一切ない。それは全身光であり、純粋無垢である。天使たちは治癒力を求めている病者に接触するには媒体が必要である。天使たちはそのような媒体となってくれる治病家に近づく。この治病光線は個人の肉体の治療に使われるだけでなく、心の治病にも、また人類を圧迫している暗い物質的な状態の改善にも使われる。純粋なホワイトマジック、全身全霊を使う魔法の光線がイエスの心からは絶えず流出していた。人はすべてこの同じ光線を、またキリスト神霊の心から自己の心の中へと受け取ることができる。もしその者の心が純潔で喜びに満ちていれば、この光線は全世界に向かって光を発し、治癒を投げかけることができる。無視の心から発動する心霊治療は偉大な事業である。治病家は自己のためなど思っていない。もし思うとすれば、治病はなされまい。治病家はひたすら他者のための善をのみ思っている。痛みや苦痛の軽減をのみ心にかけている。暗鬱な状態をもっと明るい良いものに変えたいとかように願っておる。さて、ここで申し述べたいことは、もし皆さんが霊性の進化、霊的開眼を希求するなら、病人の治病に献身されること。ナザレのイエスの口を使って、キリスト神霊は話しなされた。我が子羊たちを飼えと。病んだ人の魂を飼いなされ。霊的奉仕、霊油をもって。その時、人は無視の奉仕をなしつつあるのである。今日のためのみならず、来るべき時代のためにも、人はその時、地上の全人類のため、より良い世界を作るために、神の助手を務めつつあるのである。皆さん、奉仕の道につきなされ、神聖の善、生命のおのずからなる帰越、この道に従いなされ、時至れば、そなたたちの敬愛する主イエス・キリスト。そのように、神の完全な息子たちとなりなされ、